こんにちは。在宅勤務環境を整えたくて、最近はね、キーボード沼にはまりつつある山カフェです。本日はキックスターターでもかなりの額を集めて話題になったキーボード、キークロン社の K2 をご紹介していこうと思います。こちらですね、メカニカルスイッチの有線無線兼用のキーボードとなってまして、キー配列は US 配列、そしてキーの数は84、それから Bluetooth での切り替えは3デバイスまで対応。で、あとはですね、Windows と Mac 両対応ですね。それから、15パターンの RGB の光り方対応。そんな感じのキーボードになってます。で、こちらですね、購入するときに、カスタマイズができるようになっています。で、RGB の光り方、それからキースイッチ、それから台座ですね。で、私が買ったのは、RGB バックライトのアルミフレームの赤軸スイッチになります。で、ベースモデルが、69ドルからなので、お値段的にはかなりね、リーズナブルだと思います。で、私が購入したモデルは、89ドルでしたので、これにね、日本への輸送代が20ドルかかりますので、合計で109ドル。日本円にすると、そうですね、1万円ちょっとっていう感じになりますかね。はい。で、それではまずね、外観から見ていったらいいんじゃないですかね。これ見た感じですね、これすぐわかるのが、まず、この、キャップのね、キーキャップの色がちょっといろいろ変わってると思うんですよね。はい。で、普通にアルファベットを入力するところっていうのと、他のキーの色が違うのと、あとは、エスケープキーの色と、ここ私は今、RGB のスイッチなんですけど、ここをオレンジに変えてますので、かなりね、その辺が見たところのインパクトとしてはあるのかなというふうに思ってます。で、左端にはね、USB Type-C と、スイッチ類があります。で、Windows 配列、Mac 配列の切り替え、それから有線無線の切り替えっていうのがついてます。はい、それから底面ね。底面にも足がついてますので、こういうふうにね。はい、好みに合わせて、キーボードに角度をつけて、使っていただくことができるかと思います。で、私が買ったのは、アルミフレームになるんですけども、多分ね、ここがアルミになっていると思うんですよね。なので、こう力を入れて、こうねじろうとしても、きしんだりすることもなくですね、がっしりと作られていると思います。じゃあ大きさをね、ちょっと見ていきましょうかね。見た感じは、かなりね、コンパクトにできているとは思うんですけども、結構ね、厚みがありますね。あとは、コンパクトなんですけど、キー自体は普通のキーを使っているので、別に薄いわけではないです。で、ちょっと私がね、これまで使用してきているキーボードとちょっと比較してみようかと思います。で、まずは Apple キーボードですね。私が持っているのは、バッテリー充電式じゃなくて電池式のかなり古いやつになるんですけども、こちらは機械式でもないので、一概に比較できないんですけども、やっぱりね、かなり厚みが違ってきますよね。で、次に、タップテックですね。こちらもメカニカルスイッチですね、の青軸を採用してるんですけども、かなりね、コンパクトに作られてるんじゃないかなというふうに思います。やっぱね、本体の厚みが違うのと、やっぱりキーキャップっていうのがそもそも違うので、だいぶ厚みが違ってきてるかなっていうふうに思いますね。で、続いて、現在クラウドファンディングの幕開けで募集中の、ニューファイのニュータイプ F1 との比較です。こちらも同じようにですね、さっきのタップテックと同様に、独自コンパクトメカニカルスイッチを採用してまして、やっぱりですね、スイッチの薄さっていうのが貢献しているのと、
キーキャップが、真っ平らになってますので、だいぶ薄くできているというふうに思います。ということで、全体的にはね、コンパクトに作られているんですけども、薄くはないです。でテーブルに置いて入力するときに、かなりね、段差ができるので、個人的には、僕はね、パームレストがあった方が、腕への負担っていうのは少なくていいのかなっていうふうに思います。で続いて、キーの配列なんですけども、レイアウトとしては普通の US 配列になっていて、通常キーの、右端にですね、ページアップダウンとか、ホームキーとかが、配置されています。で、その下に、カーソルキーも、配置されているというふうに感じます。で、あとですね、ファンクションキーっていうのがあるので、例えばここにはね、Mac で使用するときの各種コントロール、メディアコントロールとかですね、がついているので、メディアコントロールって言ったのかな、ミッションコントロールとかですね、そういったものもついてたり、スピーカー音量とかもあるので、結構ね、操作上は問題ないんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱね、ファンクションキーって僕ね、重要だと思うんですよね。例えば、カタカナ変換するとかですね、それから半角に変えたいという時もファンクションキーを押しますし、それから仕事なんかでスプレッドシートを使う時にも、F2 キーとか使うんで、ファンクションキーはね、やっぱりね、あった方が、操作上ははかどるんじゃないかなっていうふうに思います。ということでね、これ早速ちょっと入力してる感じをご覧いただきたいんですけども、ぶっちゃけすごいいいです。入力しやすいです。で音も、スコ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 いう感じで気持ちいいと思いますね。で、おもちゃっぽくもなく、うるさくもなくっていう感じですね。で、ちょっと前にやっぱりレビューしたニューファイのニュータイプ F1 っていうのも、私そこで赤軸の初体験をしたんですけど、同じ感じではありますね。やっぱりそのキーキャップの形状とかが違うので、入力してる感じは赤軸なんだけど、やっぱ別物というふうに思った方がいいと思います。でしかし、一点入力してて気づいたことがありまして、右端にね、ページアップダウンとかホームキーがあるんですけど、その下にね、カーソルキーが配置されてるんですけど、シフトキーとカーソルの上がね、横になってるんですよ。隣同士になってて、右の小指でね、シフトキーを押そうと思ったら、実はカーソルの上を押してました、みたいなことがちょっとあって、それでね、ちょっとミスタッチが増えてるっていうのは、今まだあるので、これはね、ちょっと慣れの問題かなと思ってるので、ちょっとしばらく様子を見ていこうかなというふうに思います。総合的にはね、1万円ちょっとで、これだけのものが手に入るっていうのは、すごい素晴らしいと思います。はい。とはいえ、もしかしたら、もっとね、気持ちよく入力できるキーボードが実はあるんじゃないか、みたいな。どこまで行ったらゴールなのみたいなね。ゴールのない夢を追っかけてるような感じに、なってっちゃうのかなみたいな。それが世の人の言うね、沼っていうものなのかなっていうのがちょっと最近、思いつつあることです。はい。で、最後に、RGB の光り方をちょっと見てみましょうね。で、右上のね、このキーを押すことで光り方を変えることができます。派手さはないんですけど、なかなか私はいいと思います。RGB はね、このキーボードで言ったら、おまけみたいなもんじゃないかなっていうふうに思いますね。最初に言ったカスタマイズできますよっていうところも、このアルミダイズを選んだ瞬間に、RGB バックライトがもう自動的についてきちゃうんで、これはもうね、おまけだと思った方がいいかなっていうふうに思いますね。ということで、送料込みでね、1万円ちょっとで購入できるこのキーボードね、キークロン K2 のご紹介でした。在宅勤務環境改善っていうことで、買ったんですけども、会社用にもね、買おうかなっていうふうにちょっと思う感じではありますね。はい。いやね、ほんとね、素晴らしいと思います。で、ちなみにこのキーボードは、付属でこのキーキャップの取り外しの、器具とかもついてくるんですけども、キーキャップ変えることができるっぽいので、好みに合わせてね、自分仕様にカスタマイズするってことも、できるんじゃないかというふうに思いますね。
はい。ということで、この動画がね、少しでもね、面白かったよとか、役に立ったよって方はぜひね、グッド評価お願いします。で、またね、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。